時計の中のピピ君。とある町の古道具屋の奥にあったのは、カチカチカチと音を立てる古い柱時計。その隙間にだけ現れる小人の妖精がいました。名前はピピ、時間の隙間を旅する小さな時計の住人です。その夜、ピピくんが出会ったのは、一人で眠れずにいた女の子、ゆいちゃん。時計が12時と1時の間を指したとき、ふと、彼女の部屋の空気が揺らいで、こんばんは。と、小さな声がしました。隙間の隙に、ちょこっとだけ。ゆいちゃんは目をこすりながら、小さな声で言いました。誰かに会いたかったの。ピピくんは、少しだけ笑って、じゃあ、僕がその誰かになるよ。と言いました。ピピくんがそっと、ゼンマイの鍵を回すと、時間の音が、ピタリと止まりました。ゆいちゃんの部屋は、シーンと静まり返って、カーテンも風の途中で止まったまま、でも、不思議と怖くなかったのです。ゆいちゃんは、止まったままの時計を、ちょん、と指で触ってみました。針はびくともしません。本当に、止まってるんだ。ゆいちゃんは、タンスの奥から大切にしまっていたお手紙を取り出しました。怖くて、読めなかった手紙。今なら、誰にも見られずに読める気がして。そして彼女は、部屋の真ん中で、ちょこんと座って、目を閉じました。何もしないで、じっとしてみたのです。なんかね、音のない世界って、触ったら、壊れちゃいそう。ピピくんは、そんなゆいちゃんを、ただそばで、じっと見ていました。この子が大きくなっても、この3分を思い出せますように。でも、楽しい時間は長くは続きません。ピピくんのゼンマイが、カタ、カタ、と、音を立て始めます。もうすぐ、隙間が、しぼんじゃうんだ。ピピくんは、寂しそうに目を伏せました。ゆいちゃんは、ピピに聞きました。また、会える？ピピは、ポケットから小さなゼンマイを取り出して、そっとゆいの手のひらに置きました。きっと、隙間ができたら、その時はちゃんと、僕が気づくよ。時計の針が、カチリと、一時を指した瞬間、ピピくんの姿は、スーッと時計の中へ消えていきました。ゆいちゃんは、小さなゼンマイを握ったまま、優しく、深く、夢の中へと吸い込まれていったのでした。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。